マイクロエースの72分の1スケール100式司令部偵察機3型の仮組みを行います。100式100式司令部偵察機は第二次世界大戦中の日本陸軍の偵察機で、機番号は機46、愛称は新指定って呼ばれてたみたいなのだ。新指定神風号で有名な97式司令部偵察機の後継機ということで、新しい指定新指定と呼ばれるようになったみたい。連合軍のコードネームはダイナなんですね。そうなのだ。このキットいつ頃に発売されたの？最初の発売は1975年 LS から販売されたのだ。ということは例によって LS の金型を引き継いだ製品ってことね。アリーが金型を引き継いだのが1995年。それ以降は2000年代になってからマイクロエースの名義で販売されているのだ。かなり息の長いキットなんですね。1975年の金型とはいえ繊細な筋彫りが施されていて、当時としては高水準なディテールだったのだ。なるほど。今回紹介するのは3型だけど、2型とは機種の形状が大きく異なるのだ。確か2型の機種には風貌がなかったんですよね。3型からは機種がより流線形になって、操縦席から機種までが継ぎ目のない一体型キャノピーになったのだ。全体的につるんとしててちょっと未来的なシルエットですね。そうそう、そんな感じなのだ。ところでこの100式司令部偵察機3型ってどんな特徴のある機体なの？その名の通り、日本陸軍の高速高性能な総発偵察機、戦闘機並みのスピードで敵地の奥深くまで単独で侵入できたのだ。3型は高高度でも時速630キロを出せたんですよね。そう、だから迎撃も難しかったのだ。高度8000メートルを時速630キロで飛ばれたら迎撃機が出撃準備してる間にもういなくなっちゃいますね。フィルマ戦線では偵察写真をもとに補給路や飛行場の位置を正確に把握していたのだ。イギリス軍の報告書にもこの機体に対する称賛と恐怖が記されていたみたいですね。フィリピン戦線でも夜間に短期で侵入して敵艦隊や上陸部隊の位置を正確に報告した記録があるのだ。その時は P38 の迎撃を振り切ったんですよね。その高速性能から迎撃戦闘機に改造されて B29 の夜間迎撃にも使われたのだ。20ミリの斜め銃を使って B29 の死角から攻撃したんですね。さらに海軍までもこの機体に注目して一部の海軍航空隊でも運用されたらしいのだ。100式指定相当高性能だったのがわかります。現存機はイギリス空軍博物館にある一機のみ、第二次大戦中の軍用機の中で最も美しい機体の一つなんて言われたりもしてるのだ。映像作品には登場してるの？うろ覚えだけどフジテレビのドラマ「不毛地帯」で主人公がこの機体に乗っていたような。関東軍を説得しに行くシーンで出てましたね。その後主人公はシベリアに抑留されちゃうんだけどね。それにしてもこの機体のキットってマイクロエース以外からも出てるのかしら？最初は1965年にエアフィックスが2型をキット化したのが始まりみたい。そして1975年に LS から今回の3型が登場と、 LS からは2型3型3型海2型海練習機とシリーズ展開されていたのだ。ふむふむ。1980年には軍勢産業からも発売されたけど、これはエアフィックスの OEM 版なのだ。 LS の金型は1995年にアリーへ移ったんですよね。そうなのだ。アリーからも4種が継続販売され、2000年には飛行機の長谷川からも登場。長谷川版も2型3型3型回と揃ってますよね。その後2000年代からはアリーからマイクロエースに変わり、今も販売が続いているというわけなのだ。本当に息の長いキットですね。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行場を離陸して上昇中の100式司令部偵察機3型なのだ。機種の流線形が印象的ですね。箱の中身はグレーのランナーが4枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは2種類。独立飛行隊第16中隊所属機、深部桜特別攻撃隊機。なるほど、渋い選択ですね。部品点数は全部で69点。72分の1スケールの対戦機としては結構多い方かもしれませんね。それではマイクロエースの72分の1スケール100式司令部偵察機3型の仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。
操縦席は全部で8パーツ。操縦席床と座席、隔壁、操縦桿なのだ。ディテールが細かいですね。ケーキパネルは特になし。パイロットがついてますね。2名ついています。少し小さめな感じもしますけどね。次は機種部分ですね。機種部分が別パーツとなっている。バリエーション転換用の分割ね。機種は左右分割となっていて、偵察用のカメラ窓を取り付ける。次はエンジンですね。エンジンは全部で5パーツ構成。後部はカウルフラッグとなっていて、前後のエンジンパーツにプロペラ軸を挟み込む構造。双発機なので2個作るわけね。そうなのだ。次はカウリングかしら。カウリングは1パーツ構成。先ほどのエンジンにかぶせて終了。最後にプロペラね。プロペラは2パーツ構成。一体成形の3枚プロペラをスピナーをかぶせる。これも2個作るわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。最初に窓用のクリアパーツを仕込む。左右と床の3箇所ね。できたならば操縦席を挟み込んで接着なのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなります。甘い部分は彫り直しかな。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ2パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。次は主翼に主脚庫を取り付けるわけね。主脚庫は左右それぞれ3パーツ構成。主翼を挟む感じで指定の箇所に取り付ける。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなります。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ構造ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるが操縦席の開閉選択ができない。前席と後席でクリアパーツが分かれるわけですね。間のパーツはグレーとなります。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤと試着、ホイールの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。尾輪にも胴体に取り付けるカバーがあるわけね。最後は細かいパーツなのだ。カウリングに排気管を取り付けて、左主翼に気筒管、胴体上にアンテナも取り付けなのだ。では終わりに総評なのだ。今回はマイクロ LS の72分の1スケール100式司令部偵察機の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。偵察機ながら人気のある軍用機。パーツ数はあるけども比較的シンプルで組み立てやすいと感じたのだ。1970年代の金型ながら繊細な筋彫りが施されてましたね。当時としては高水準のディテールとなるのかな。今でも十分通用する内容と感じたのだ。なるほどね。透明パーツの透明度も良好だが枠が多いのでマスキングが苦労しそう。別売りのマスキングシートを使うとかかしら。パーツの合いは良いんだけど胴体と主翼の接合部分に隙間が発生しやすいかな。この部分は修正が必要そうね。今だと長谷川から決定版が出ているので無理にこのキットを選ぶ必要はないんだけど。クラシックキットに興味のある人は値段も高くないので挑戦してもいいかもね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。